これは玉ねぎ、じゃがいも、人参、牛肉、トマト系のペーストとかピューレとかですね。どのぐらい煮込むんですか70時間ですね。約5日ぐらいですね。もうずっと煮込み続けるんですかそうです。朝8時から11時ぐらいからですよね。日々の営業で心がけられてることってありますか？一品一品を丁寧に提供するのを心がけていますね。これとろみつけです。そんなとろみが強くないので。あんかけパスタのお店を出すきっかけっていうのは何だったんですか？きっかけは、初代のイタリアンのソースを僕は引き継ぎたいなという思いで、いろんな人にもっと食べてもらいたいなという。カニエの方で4年ぐらいやって立ち退きになっちゃったもんで探してって初代がすぐそこの畑岡団地のブロンコビルの裏ですね。それで30年ぐらいやってて、で僕はカニエの方でスパローという屋号でやってたんですよ。イタリアンの近くに店開いたから帰ってきたをつけてイタリアンっていう屋号だ、初代はね。初代の方はもうお店辞められて引退して20年ぐらいですかね。このお店は移転されてどのぐらい経つんですか5年ですね。厨房って大体これ何坪ぐらいのスペースなんですか？3畳ぐらいか。3.5 ぐらいですかね。通路がすごい細いですね狭いですよね。これ一人しか。住まいは今2階でお一人で住まわれてるんですか？日曜日の夜が休みなので夜帰って月曜日夜戻ってくる。じゃあ別で住居はあるんですね。そうです。始発から来て終電になっちゃうもんで泊まれる環境になってるもんで。ご家族がいらっしゃるんですか？いますよ。イタリアンです。おはようございます。ももを2キロとロースを2キロとウインナーも2キロ、牛ミンチを500です。ロース1時すいません。お願いします。少しでも早く提供できるように。なるほど。一人分にじゃあ分けて。そうです。ワンオペのでもあんかけスパのお店ってやっぱ珍しいんですよ。なんとか一人でやれるぐらいの、今のお客さんの数ですね。今後お店大きくしようとかってあんまりないんですか？とりあえずこの店を軌道に乗せないと夢はありますよ。後々移転しどっかもっと大きいところに行く可能性も。もうそうですね。上信の方に店舗があってっていう。もうちょっと広めの。全然広いですね。駅から本当数秒で行けるところです。上信駅から。いいですね。駐車場がないですよね。あんかけ専門店ですよ、初代。全く同じですよ。初代はなんかどこかでもともと指導されてた。もともとはソーレですね。そうなんですね。ソーレの割と初代メンバーというか。本当ソーレの今は3代目かな。初代っていうかもう全然経営者が違うんですよね。もともと肉屋さんだった。肉はそうです。そうですよね。その時にいたから。
なんか麺を茹でる際に気を使っていることとかってあるんですか？茹で後の水の締め具合ですかね。店によっていろいろとやり方はあると思うんですけど、うちは水あんまり冷たい締めない、ぬるい状態で終える感じですね。うちは決して細くはないですよ。表示に2.2ミリ。もう昔から2.2なんですか？そうです。こう強烈に締めるわけじゃないので、そうですね。食感としては柔らかめになるんです。そうですね。ちょうどいい感じになる。これラードですか？ラードです。ラードにもこだわって、純正ラード、調整ラードっていうのもあるんですよ。今純正ラーラードは高くなってないですか？ドなってます。あんだけパスタ屋さんとしては打撃大きいですね。そうです。麺も高くなってるし、ここを使う食材すべてが、どこでもそうですけどね。テーブルカウンターのちょっとしたチラシで見たんですけど、お米が無料でなくなってるとか。今のところ中止してますね。ランチです。サラダとライスをサービスしとったんです。今はそうですね、とても。じゃあお米の価格が戻ってくればまた再開する可能性がある感じですか？可能性はそうですね。ライスと合うって言われるお客さんが結構多いんです。ワンプレートだもんね。やっぱ割高ですかね？そうですね、少し高いですね。自分も毎日食べてるもんで、自分の健康にもある。もうすぐ還暦です。そうなんですか？全然なんか見えないですね。髪も黒々としてますけど。白髪結構ありますか？生での最高来店数とかってどのぐらいなんですか？50人ぐらいですかね。もうちょうどもう本当にそれがもう限界ぐらいの人数ですね。もうそれ以上だったら本当にもうむちゃくちゃになるような。やっぱり昼の方が多いです。もう全然昼のが場所的にもあるかもわかんないですけど、初代の時でも昼はすごかったけど、あんかけ使う時は夜はあんまり食べに来ないかもわかんないですね。客層としてはどういうお客さん来られるんですか？年配のサラリーマンの方が多いですね。若い子はあんまり来ないですね。若い子が増えるって脱サラなのですごく反対された。前から飲食店やりたかったので。先代のところに修行に入ったのは。修行ではない。ソースのレシピを正式には買ったんですけど、教えてもらって。大将が辞めた時に、ちょっとこのソースをもっと知られたいなと思って、みんないろんな人に。もったいないなと思った。料理人としての経験自体はどのぐらいなんですか？自分店始める前に2カ所ぐらいあんかけスパゲティのお店アルバイト行きました。
お待たせしました。買い物に行きます。あ、しょっちゅう来る。昨日も来た。ああ、そうなんですか。月に5回、5、6回かな。イタリアンさんの魅力って何ですか？やっぱソースがやっぱ他と違うでね、ちょっと苦味があるけど、他とは全然違うよね。あまりこれ。ハロー、お伺いしますね。こちらからお伺いしますね。イカサミラネーズのはい。 400で。 400。はい。ただいま満席で、すみません。まず表面をパリッとさせて、中をもちっとさせる感じ。やった方が僕は好きですね。多分僕あんま見たことがないなと思って。あんまりないですね。はい。スペシャルの600一つと、スペシャルの200一つ。スペシャル生卵ですがよろしかったですね。少しお時間いただきます。すみません。すいません、大変お待たせ。1700円でございますね。まあでもとにかくそう2個買えばいいってだけなんですよ。1700円でございます。お二つですね。はい。はい。
ありがとうございました。お願いします。400ですね。はい、ありがとうございます。すみません、大変お待たせいたしました。麺量例えば 600g にするとした場合、ソースとかの重さも合わせると大体どのぐらいのグラム数になりそうですか1キロぐらいいくんじゃないですかね。たまにすごい注文する人いますよね。すみません、ただいま満席です。すみません。ワンオペでお店をやる道を選ばれたのはなぜですか？まあお店も狭いし、はい、ワンオペで今十分回れるので大変だなって感じる時ってありますか？ワンオペで。まあそれはお客さんがいっぱい見えた時全てやらなきゃ、お会計から案内から、それが大変ですね。
すいません、大変お待たせしました。すいません。チーズですね。何注文されますか？ピカタっていう料理で 600g、いつも600ですか？いつも600です。はい。で、このかけパスタ好きで食べに行くんですけど、なんかよく辛いっていうイメージがあったりとかするんですけど、ここ全くなくて、子供さんとかちっちゃい子でも全然食べれる、全然それぐらいマイルドな味になってるので、ぜひ食べてください。ありがとうございます。またお願いします。結構開店間際からお客さん来られましたね。そうですね。その日によって全然違うもの。350いってみよう。多分神田さん400とか500ぐらい。すごいですね。すいません。はい、おかげさまで。ピカタの350。350。私ピカタの400で。350と4円ですね。はい。ありがとうございます。いや、まだ決まってない。俺スケジュール昨日入れてたら、母さんがちょっと別日でって言われて。先代の時代から通われてる方もいるんですか？結構多いですね。ピカタが一番人気ですね。そうですね。ピカタミラネスとピカタ。はい。ありがとうございます。たまたまじゃない。たまたまじゃない。僕が回し受けする。大丈夫か。千葉に帰ります。はい、どうぞ。はい、すみません。すみません。忙しい時もコンロ一つ余分に使っちゃうし、一応メニューには書いてあるんですね。混雑す時は鉄板をここでしますので。はい、すみません。お待たせいたしました。
ナプキンとか。あ、そうです。あ、全部セルフです。あ、豚肉の部位ってどこなんですか？ももです。ももはあまり少ないですね、使ってるところ。先代からもうずっともも使われてたので。はい、900円ですね。やっとひっきりなしのお客さん来てましたね。はい、今日多い方ですね多い方です。まだまだ繁盛店がないので、日によって全然違うんですよ。これ蒸してパスタに入れて食べるんですよ。蒸し焼きにして。味付けはあんかけですか？あ、そうです。結構健康オタクだもんです。あ、そうなんですか。蒸すのが一番健康を失われます。もう具材をこう。さっき息子の友達もう見た目は悪いけども彩りが。栄養重視ですね。食べには昼はあんまり行かないですね。だいたい8時半から働き始めて終わるの12時半とかなんですか？そうです。なんだかんだなんか掃除かかるんですよね、時間は。掃除とか明日の野菜切ったり。一番大変だった出来事とかってありますか？コロナですかね。給付金は出たけど、もうお客さんやっぱり減りましたもんね。1年ぐらい経ってからコロナが。その間はもう休業中。いや、休業ではないです。昼はやってもよかったですね。何時まで、8時ぐらいまでは。夜がダメだったんですね。アルコール出してダメだとか。ソースなんてブレたりするんですか？結構ちょっと変わりますね。少し。そうなんですね。微妙に。その時取れる野菜とか。まあそういうのもあるし、ソース作るじゃないですか。はい。味見するとき、あ、今日はなんかすごい美味しいなっていう感じですね。ブレがないように調整するのも結構難しかったです。ブレはまあそれはそれでいいんですよね。お客さんも今日はなんか美味しかったなとかそういうのが。
作りの工程とかどういったものが入ってるのかっていう。野菜は玉ねぎ、人参、じゃがいもですかね。であとトマトのペースト、ピューレ、缶、牛肉。大体1回のソースは何日ぐらい持つんですか2、3週間ぐらいですね。ああそうなんですね。じゃあ2週間とかに1回作ってる感じなんですか。ここ最近はもう本当に毎週売ってますね。お、そうなんですね。イタリアンさんだけのこだわりってなんか上質な素材を使うことですかね。野菜とか。そうですね。肉も。あんかけパスタのですね、味作りで一番大切にされてることってありますか？レシピ忠実に守ることですかね。どのぐらいの時間かけて作る？ 5日間で70時間ぐらいかかりました。イタリアンさんのそのあんかけパスタのソースは他のお店と比べて焼く時間が長いって感じですね。コクが出るんですかね。あと、ビター。そうです。今のやつが完成し3分の1になったやつが今ですね。昔ながらのやり方をイタリアンさんはやってるっていうことですね。いや、寝る前はもう11時で消しましたよ。ああ、そういうことですね。じゃあ営業中は2時間ごとにかき混ぜて、営業中とかまあ忙しいとちょっと混ぜれない時はもう切っちゃうんですよね。あもう混ぜる動作さえもなんかできないですもん、忙しいと。こんな感じなんです。これが完成なんです。味噌みたいな感じですね。そうですね。だいぶ野菜の水分が出てきますね、これ。この状態でどのぐらい火にかけるんですか？もうそろそろ終わりですね。水分が飛んだらオーブンに入れるんですね。動物が水分がこれが増えてきたらまた水を足すんですよ。で牛肉入れてオーブンとか入れる。でちょっと減ったら今度トマトピューレを入れてまた減ったら今度ペーストを入れるんですよ。昔はもう1000円ぐらいで買えたけど今3000円近く3倍ですね。嫌になっちゃう。ずっと忙しい状態だと値上げラッシュの中で上げましたよ。いつ去年かな。50円ですけどね。それよりまた上がってますもんね。そうですね。ソースに入れる。これに入れるんですよ。これなんか炭酸って煮込み料理にいいらしいんですよ。美味しくなるみたいなこと。下準備だけで3時間ぐらいかかりそうですね。そのぐらいかかっちゃう。全部合わせるから。
タリアンの、まあ、たまたまこの近くに見つけたもんでイタリアンの変えてきたイタリアンってつけたんですよね。スパロー時代のお客さんとか来られたりしますか？いや逆にあんまり来ないですね。そうなんですね。味は変わんないですよね。一緒です。そうですよね。カニでやってた時は逆にイタリアンのお客さんがよく来てくれましたね。復活したっていうことで。もうその当時はなかったんですね。もうなかったですね。お客さんの住所みたいなノートもらったんですよ。何百人って店出しますみたいな。先代は時々食べに来たりしますか？たまに来ますよ。娘さんがすぐ近くに住んでるんですよ。先代からしたら嬉しいですね、味を引き継いでもらって。娘さんもこの前来てくれて、はい、喜んでましたとか。たまにソースだけちょうだいに来ます。あ、そうなんですか。娘さんが。先代は高山なんですよ。元々自宅は高山で、中村関石園って石屋さんやって、そこを継がな感じになっちゃって、もう店を閉めたみたいです。まだまだ全然やる気でいたらしいです。椅子のシート張り替えたりして、戻らなくなっちゃったもんで、やめちゃった、閉めた。将来的にお店ってどうしていきたいって考えていらっしゃるんですか？将来っていうよりも今は本当に一生懸命やるしかないですね。その後ですね。なるほど。将来のこと。一応ドレッシングも手作りなんですね。そうなんですか。僕こう飲食店向いてるんですかって聞きに行ったことあるんですよ。向いてるとかじゃなくて、あんたはサラリーマンが向いてないって言われた。まあ僕はもうああいう向いてないような気がするんですよ。サラリーマンがですか。はい、っていう占い師さんにも言われたことある。なんかやりがいとかってどこにあるんですか？やりがいはやっぱり自分でいろんなこと決めれるってことですかね。あとお客さんがまあ美味しい美味しいって言ってくれたのも本当に嬉しいですね。なんかいつまでお店やりたいなとかって考えたりしてるんですか？まあいつも体が続く限りですね。でも分からないです。年取ると急にガタが来るんで。それよりもなんか頭の声が大丈夫かなと思って。物忘れとか最近ひどくなってきた。ありさせー。チキン来た。あ、しまった。チキンが出てた。あ、チキン。申し訳ないです。じゃあボンゴレ。ボンゴレです。ボンゴレ。はい、ありがとうございます。はい、そうです。
はいどうぞ。すみません、お待たせいたしました。粉チーズ粉チーズですね。はい。はいよ。はい、すみません、ご覧いただきました。ありがとうございました。はい、すみません。お願いします。ボンゴレと、トロタマチーズミラネーシの両方とも200グラムです。200ですね。はい、ありがとう。はい、はい、どうぞね、ありがとう。はい。中国で、こうしてるね。ごちそうさまでした。はい、すみません。じゃあお父さんあれの時は5年前倒れた時俺もう3年ぐらいだと思う。お客さんにかけられた言葉とかって思い出深いのあります？継続は運って言われましたね。だから続けてよってお客さんには言われましたね。それ響きましたね。その頃はもう本当にこのままやってていいのかなという思いもあったもので、店を閉めることも考えたり閉めるというと閉めるとを考えたというよりこのまま、続けれるかなという売り上げ的ですね。
ません、またですね、ナポリですね。ピカタですね、お待たせしました。ピカタみたいですね。はい、すみませんです。はい、ありがとうございました。600ピカタのせはい。あとカニクリームコロッケコロッケですね。はい鉄板ナポリタンっていいですちょっと時間かかっちゃうんですけど、よろしいですか。はい。はい、ありがとうございます。取りますね。あ、すみません。はい。これします。お待たせいたしました。お仕事帰りですか？そうですそうです。もう昔から慣れ親しんだ味なんですけど、やっぱり食べるとガツンとくるコクがすごくハマってますね。今日は何を頼まれたんですか？いつもそうなんですけど、イタリアンの600、一番多いやつですねのソース多めでピカタのせ。今日はカニクリームコロッケを乗せてみました。とんかつは2度揚げするんですか？2度揚げです。とんかつも定時込みですけど。とんかつの部位って何になるんですか？ロースです。ロースです。す
明日の分ですか？そうですね。明日チキンがさっきなかったので。あ、そうです。分けると思いますなんか食べたくなるんですね。仕事終えてから食後とか。掃除大体どのぐらいの時間かけていつもやられるんですか？だからもう終わるのが結局12時半ぐらいですね。毎日3時間ぐらい。食事もするもんね。じゃあ営業後はちゃんと掃除されてる？そうですね。特に油使ってるもんで毎日拭かないともう床がぬるぬるになるじゃないですか。ぬるぬるならお客さんも嫌がるじゃないですか。もともと綺麗好きなんですか？いや、そんな綺麗好きじゃないですよ。家はそんなに普通です。お客さんのためにお店を綺麗に保つ。まあそうですね、やっぱり。いつも朝何時に仕事されて何時ぐらいまでされるんですか？大体8時に起きて12時1時ぐらいですかね、とこに着くのがほぼ毎日そうですね。遊びに行く時間とかも全くないです。全然ないで、全くないですね。これを毎日なんかご家族に対する言葉とか、奥さんに感謝ですね。結構なんか反対もされてたんでしょうか、最初。そうですね、最初は未だに認めてないかもわかんない。お疲れ様でした。もうあとはもうお見合い、お昼と同じような感じで野菜切るだけですので。わかりました。さっき来たんだ。お店何坪ぐらいあるんですか？4坪ぐらい？めっちゃちっちゃいよ。うちがこのすぐ近くなんですよ。この町で生まれ育って、ずっとどこにも移り住んだことないんですけど、ここの店がね、前ちょっとした食堂屋さんだって、僕その食堂へ食べに来とったんですよ。家からね、ちょこちょこ来とったの。そのおいちゃんが辞めちゃったんで、4、5年空いとったんですよ、ここが。そうなんです。ちっちゃいし、簡単にやれそうだなと思ってさ、ラーメン屋さんかなんかやれたらいいなと思っとったの。ちょっとした思いつきで、それが本当になっちゃったんだわ。もともと料理関係のことをされてたんですか？全然料理とかなんかは友達とか先輩がね、コックさんがいてね、そういう人たちと一緒に食べ歩きをしたり、うちで一緒に料理作り合ったりして、そういうことが好きだったの。だからラーメン屋さんも好きでね、よくあちこち行ったよ、若い時ね。でも自分がまさかやると思わんかったね。昔は商店街も両サイド店がいっぱい、ここの中も全部両サイド埋まってた。だけどまあ高齢化でさ、みんなのお店引退されて、あと売るでしょう、その場所。店舗ができずに住宅が建っちゃうんだわ。だからこの一色商店街っていうところも一応まだ今のところ商店街なんだけど、お店がもう
45軒56軒しかなくて、昨日は私とらんわね。住んどる人の人口もかなり減っとるよ。昔に比べたら半分以下になっとるいう話だね。もともとここは魚市場があったんで、魚市場もね3年ぐらい前にも立ち退きでやめちゃったんだわ。大昔は漁師さんが見えたもん。昭和37年に漁師が廃止になって、それから漁師さんはもういなくなったんだけど、僕ら子供の頃漁師さんの船とかこの辺の川にねまだ浮かんどるの記憶にあるもん。はい、月曜日遅いんだけど、なんかね、道がすごいですね。道が空いとった？お邪魔しました。なんでこんなかけてあるか言ったらね、ラーメン好きでね、僕よりかなり年上の方なんだけど、僕が写真をね見せたら、これ大勢で写っとる写真なんだわね。親父のやつだけね、ここ大きくして飾ってきゃって言って写真入れる枠も買ってきてくださってね、親父さんの写真をかけといてくれって。大正15年生まれだよ。生きとったら今100歳だに。有名なことなんですか？ここの町では当時ね、ピアノの先生やもん。僕のとこの自宅は音楽教室なの。で、お父様が教えられてた？そう。いろんなの教えとったけど、一番メインがピアノ。生徒さん多かったよ、当時。100人ぐらいおったよ。すごかったから。この革がいいんだ。この革がね、ここの会社しかない。薄いから、水つけんのもしつこいね、これ。1箱でね、40個入るから、1、2枚で10個つけとるで、1箱にいても4人前しかないんだよ。12人前か。それこそバブルの頃はさ、4人お客さん来たらさ、餃子なんか1人が1、2枚ずつ注文しよったらな。餃子4つとラーメン4つっていう風に。今ね、3人とか4人家族で来てもね、餃子1、2枚だにで分け合って食べるよ。唐揚げでもそう。うち量が多いもんで、唐揚げも。バラバラでいろいろ注文して、そういう感じだね。あらね、安いコストで住めるっていうのが魅力だね。帰りはね、普通に暇で8時にもう片付けて終われる時は、ここ8時頃にも出るよ。家まで歩いて1分かからんから。たまに8時頃に入ってくるお客さんがあったりとか、6時、7時ぐらいに来てずっと飲んでしゃべっとる人がおると、たまに9時とか、もっと遅いと10時とかね、なる時あるよ。お客さんは気分よう飲んで話してみえるのに、時間だでまあ終わりますってことは言わないんで。ご家族はいらっしゃらないんですか？女房と2人暮らしです。僕子供いないんで、女房はね、中国人なんだよ。言葉が通じんもんね。片言しか。ラーメンですか？はい、ラーメンちゃん。はいはい。お茶どうぞ。あ、すみません。はい。ね。じゃあ、すぐラーメンできます。昔のラーメンはかまぼこが入る。
ラーメンお待たせ。あっちの方で工事やってみるね。ああ、そうですね。もう長いことやる。来年の2月でね、40年になる。暑いで大変だったね。去年の今年もね。気にはなっとったんですけど、ああ、建物の中だもんね。そうだね。ちょっと入りづらいよね。はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。今日の昼間は暇やぞ。そうですか。みんな仕事行っとるもんな。この辺は会社もないし何もないからね。道路工事やってる人で来る人はおるよ。全員が来るわけじゃないんで。ちょっと今日1時20分から交通安全なんで、ああ、そうそれまでか。はちょっとよく頼まれるメニューってございますか？ラーメンと鶏からですかね。たくちゃんラーメンさんの魅力とかって？意識の中で唯一食べれる場所もなく、ここだけが食べれる場所なんで、ある意味助かってますね。もう5年ぐらいになるぐらいになるんですかね。お父さんと来とったんな。そうですね。この子は詳しいよ。商店街のことやなんかいろんな役やっとる。そうです。結構意識の預金として動いてるんで、どうしてもちょっと最近はね、老人が多くなっちゃったんですけど、すごい活気のある街だったんで。ラーメンのお味とかって何かこう懐かしさ感じたりされます？醤油味なんで、あっさりしてほしいです。いってらっしゃい。またお待ちしてます。ありがとうございます。いただきます。どうぞ。ラーメンとオムライスと餃子、鶏の唐揚げとお持ち帰り大丈夫です。はい、ね、それの唐揚げも。西川さん今おいくつなんですか？66だけど、もうすぐ12月になったら67歳になる。27歳にここがオープン。すごいですね。40年も。そうそうそう。まあ気楽だもん、ここ。年も取ってきたし、ちんたらちんたらとやらさせてもらっとるならね。ラーメンお待たせ。餃子お待たせね。
年中無休ですか？そうそうそう。元旦からやっとる。お盆と正月しか来れないお客さんおるんだわ。東京とかね、よそで仕事して見える人がね、里帰りするんで、その時に寄ってくれるんだね。年中無休にしたのはね、2008年の9月から。でも20年近くじゃん。そうですね、18年だよ。それまでは週に1回とか10日に1回休んでたよ。なんでまた年中無休にされたんですか？リーマンショックからよ。あの時にもうここへ来とった若いお兄ちゃんたちがさ、僕が紹介した会社もね、給料が減給になるで言ってね、辞めたいんですけど、今の給料じゃ食べてけんもんでとか言って、でその時にいろいろね、経済的な面でね、人間関係がバラバラになっちゃった。業種によってはひどかったんで、せめて自分だけでも年中無休で頑張ろうと。そう思った。病気とか怪我とかないからやっとれるんで、そういう体に産んでくれた親と神様に感謝だろうな。はい、オムライスね。はい、どうぞ。はい、オムライスね。はい、どうぞ。味付けてみよう。一晩置いて。たくちゃんラーメンの一押しのメニューとかってあるんですか？うちはね、ラーメン、チャーハン、餃子、唐揚げ、この4つがね、主力なんだわ。僕としてはね。はい、唐揚げ。お願いします。持ち帰りの蓋閉まってなかったですもんね。そうだよ。10個、600円。安いですよね。ネギなしだからね。18年間本当に1日たりとも休んでないんですか？1回だけね、60歳の時に還暦のお祝いでね、伊勢神宮で同級生と1泊でね、ご祈祷してもらいがてら泊まりで行ったことあるんですよ。その時はまあ2日間休んだけどね、役所の用事だとかそんなのは午前中に済ませれるし、何かあったら店終わってからね、夜用事に行ったり人に会ったりできるんで。暑いね。はい、はい、どうぞ。餃子の種ってちょっと聞いてもいいですか？白菜とキャベツ、機械でミンチにして絞って、であとはニラ、豚のミンチ。餃子の場合は豚のミンチでもね、あんまり上等のとこ使うと美味しくないんだわ。脂身の多いとこを使った方が美味しいね。
私中華飯食べる久しぶりに。和田さんって駄菓子屋ってないもん。このお客様はマイカップビールを。本当だ。何やったんだろうさ。何もやらんけど他にもアメリカ行ったわな。うちはもう家族みんなで俺は個人個人で来るし、娘とか息子も個人個人で来るし、バラバラで親子2代ですかね。3代目で孫も来る。孫ちゃん。孫ね今ね3歳と4歳がおるんだけど、よその餃子食わんけどさ、ここの餃子食べるっつって食べるんだ。一人で1人前食べちゃう。一番若いのはダメだから。取っといてよ。食い物やったらたくさんとこと焼きそば屋のおばちゃんとこしかない。昔はいっぱいあったけどね、中学校時代ぐらいから遊んでるさ、ここもう頃はコロッケ屋とかそれこそ市場もあったもんね。まだそこの目の前の風呂屋だったし、要は遊びに来とったんだここに、その辺で駄菓子屋行ったりとかさ、たこ焼き屋とかもあったもんねさ、昔は。コロッケとかあの頃50円とか30円だったもんね。でそういうの食って遊んどって。早いな。早い。もう9年だって孫も2人もおるわ。本当まだついこの間のようにもうな。もう全部なくなってっちゃうと今度。こんばんは。こんばんは。何俺の顔見た？あ、見たじゃない、見に来た。ラーメンと餃子とビールともらおうかな。ビールと。はい。お疲れ様です。ハートやん。お客様が支えるお店っていう。バラを下茹でして炊くだけでいいかな。急にポッと。はい。直接仕事場からこっち。あ、あたす。すみません。来た。壁によしかかって。これ？うん、そうそう。あ、じゃあどうぞどうぞ。いや、4つも食えってや。卵だけしかない。いただきます。すっげえあれだから豪華なラーメンになっちゃって。違うよって。これ取っとったら、あ、こういうラーメンがあるんだと思われるよ絶対。50円とか下手したら200円取るんだ。こういただくということです。自由にやらせてもらってます。すごい店でしょ。うまい。去年越来たばっかなんですよ。ああ、そうなんですか。ほとんど毎日おる。1週間に7日ぐらい。トータル数するとこっちの方が常連制。俺は年数長いだけなんですよ。大体じゃあ仕事終わりに来られるんですか。休みでも来てますという感じで。うん、カラオケどうぞ座って飯食わしちゃう。あ、いいんですか。いいよ。ありがとうございます。いただきます。どうぞ。何人かやけどしとるで。なんかみんなに言わせると俺気違いだよ。ええじゃん。ああ、カラオケやっとったもんね、あの頃は。ラーメン屋の居酒屋になっとったもん。
またちょっちがいいですか。気をつけて。じゃあ。はい、おかえりなさい。いらっしゃい。どのぐらいまで働きたいって。この建物がね、僕が74歳の年になったらね、取り壊すんですよ。今の大家さんが僕が64歳の時に、将来ここがもう古いので解体したいと思っとると。何年やってもらっても結構だけど、あと何年ぐらい店続けられますかねっていう問い合わせがあったわけです。そういう話が出たらもうあれか、もう2年半ぐらい過ぎとるから、あと残り7年半ぐらいかな。そういう約束になってるんですよ。じゃあそこで一つの区切りというか。そうですね。その時にもし自分が今みたいにまだ元気で気力があったら、その先どうしようかな悩む時ある。隠居でね、何もせずにうちにおってもいいんだけど、それもちょっと退屈だし、先輩方にとるとね、70代後半でもね、まだ働ける人は働いて見えますよ。経済的には困らんにしても、健康で毎日退屈な時間を過ごすっていうのはね、僕は嫌だな。やっぱりなんかかんか働いて、その方が充実しとっていいと思うんだけどね。軽トラ修理して、はい、これがドアがちょっとまだ調子悪いけど、自分でもう部品作って、運送の方は私関係ないんで、社長と知り合いでタダで場所を使っていいって言うから、それで始めたんですよ。もともとはどういった職種？運転手です。もう50年乗ってました。儲ける気ないんで。あ、そうなんですね。そうでないとこの値段ではできない。世の中は俺ぐらいしかいないんじゃないですか、多分。昔からこういうラーメン屋さんやりたかったんですか？いや、偶然ですね。あ、そうなんですね。みんなに食わしてて、お、うまいじゃないの、店出せばって冗談で言われたら、その気になって店出しちゃいました。生きてるって感じがするじゃないですか。ガン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 動けるだけ動いて、だからうち年中無休でしょ。休みいらねえもん。楽しいもん、働いてる。よし、OK。料理運ぶやつも自作なんですか？当然全部手動ですか？皆さんでお客さん、はい、お客さん押してくださいっていうか、あ、そうなんですね。うわ楽しいっつってこうやってこの辺まで止まるとこうやって送ってくれるから、これ3人運べるんで、1人ずつこう持っていくもんで3回運ぶでしょ。これだと1回でいけるんで。
メンマも実パスあとこれが海し昨日作ったやつ。うちは椎茸と昆布が入ってるんで基本和風なんですよ。コーンとニラ、前はねネギと卵だけだったんですけど、今は卵とコーンとニラですね。特製の塩、秘密の塩、これが普通の塩じゃないんで、昆布だったかな、なんかが練り込んであるやつで。そうなんですか。そんなしょっぱくないですか。しょっぱくない。なんか旨味があるでしょ。旨味が入ってるのこれ。ただの塩じゃない。そうすると味に深みが出るんで、コクが出るんで。すごい。運転手辞めた後、商社の倉庫番やってたんですよ。そこは食の商社だから、箱に穴開いて売り物なんねとか、そういうの中身は大丈夫なんですけど、そういうのをいつもいただきに行くんですよ。近所の米農家さんとかね、持ってきてくれるし、安くだからできるんで。なるほど。バーッと返してここにこうあれやりたいなと思ってさ、難しいねやってみると。鍋も重いし簡単そうにやってんのにさ。前はこれキャンピングカーで作ったんですよ。最初はここにトイレつけて、ほんでここにソファーを置いて、こっちにキッチンっていう感じでね。じゃあキャンプも趣味だったんですね。趣味ではないけど作りたいだけ。ずっと1年ぐらいほっぽっといたんだけど、じゃあキッチンカーにしようかなっつって、ここぶち抜いて窓つけたんですよ。これもじゃあご自身で。そうです。すごいですね。でそうすれば別に元手はかからないし、そのまま始められるんで、バッともう始めちゃったの。だけだと今日は足んねえもんな。まずお茶いきます。はいどうぞ。はいはいお願いします。
です。いただきます。飛ばんように真ん中に。これラーメンとチャーハン。はい、わかりました。1個。はい、わかりました。座っときゃいいんですか。座ってください。はい。初めて来ました。ラーメンとなんか焼き飯。焼き飯で。はい。はい。お願いします。ラーメンとチャーハン。あ、わかりました。はい、
大将ごちそうさま。はい。はい、ごちそうさま。どうでした？味自身はもう昔からの懐かしい中華そばっていう感じではあったね。今この時代にこの値段でっていうのがすごいなとは思いますよね。でまあこうやって自分で仮囲いを作って考えてやってるのもすごいなと。ごちそうさまね。どうでした？いや、美味しかったよ。お得感がすごいあった。ラーメンとチャーハン。はい。はい。こんにちは。混んでますね。またちょっと時間ずらしましょう。はい。長くお待たせしました。どうも。はい、どうもどうも。お疲れ様です。はい、どうもありがとうございました。はい、お待たせしました。はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい、どうもごちそうさま。しました。そんなあっちでパンクしたんですよ、病院であっちの方で。はい。
が出てきたな。はいどうぞ。ありがとうございます。どのぐらいの頻度で来られるんですか？週に3、4回は来てますね。はい。森田屋さんの魅力って何ですか？まあ、おじさんがいいところですね。すいません。はい。はい、でもいらっしゃい。ラーメン、おやつにして。はい。風出てきたね。こんな感じ？あ、いいっすよ。優しい味ですね。そうなんですよ。でもこれがワンコインって考えると結構いいです。そう。びっくりした。それなりの量ありますね。